皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。前の動画で述べた清掃工場問題を受けて、私は20年ほど前に自宅で2年間生ゴミ処理を行いました。これは水分を多く含む生ゴミを自宅で処理することで、清掃工場への負担をわずかでも軽減したいと考えたこと、また私の専門的知識に基づき、効率的な生ゴミ処理法を構築できるのではないかと考えたからです。そこで今回は生ゴミ処理法を構築する際に必要な基本的知識についてお話しします。外食に頼っていない限り、私たちの家庭では毎日生ゴミが発生します。これらは紙などのゴミと一緒にゴミ袋に詰められ、やがて清掃工場へ運ばれて焼却されます。我が国では1990年代後半より1000度 C 以上の高温でゴミを燃焼するガス化溶融炉を持つ清掃工場が各地に建設されました。これによりダイオキシンの発生量は前よりも減少しましたが、高温を維持するためコークス、灯油など助燃剤の使用に伴う CO2 の発生が新たな問題として生じました。どのような焼却炉を用いたとしても、私たちは間接的に清掃工場周辺の住民へ負担や迷惑をかけていることを忘れてはいけません。私たちが他人に迷惑をかけず、この問題を軽減できる方法の一つは、生ゴミを各家庭で処理することです。その方法に生ゴミのコンポスト化があります。コンポスト化とは、微生物などの力を借りて生ゴミ、動物の排泄物、落ち葉などを分解し、土壌を肥沃にする堆肥作りのことを言います。生ゴミが分解されたら、硝酸、アンモニア、リン酸などの無機物、糖類、有機酸などの有機物、微生物類、そして二酸化炭素、炭化水素のような揮発成分などになります。各家庭から排出されるゴミの重さのうち40から 50% が生ゴミです。また、生ゴミの量は4人家族で1日あたり700から800グラムです。もし各家庭が生ゴミをゴミ袋の中に一切入れなくなれば、家庭ゴミの量はかなり少なくなることが明らかですね。生ゴミのコンポスト化、すなわち堆肥化には、原生動物をはじめとする多くの微生物が関わっています。水分が多い初めのうちは、主に細菌類が作用し、続いて放線菌類が多くなります。そして水分が少なくなると、カビ類が現れます。乾燥した餅の表面にカビがよく生えるのは水分が少ないからです。これらの微生物が順番に生ゴミへ作用し、連携しながらコンポスト化を進めます。コンポスト化の原理を十分に理解するならば、生ゴミを効率よく処理できるようになると考えられます。コンポスト化の良好な環境を作るには、微生物に可能な限り多くの酸素を与えてやること、すなわち公的条件を作ることが基本です。この環境下では、微生物は活発に増殖し、匂いの発生が少なくなります。公的条件の反対は嫌気的条件です。これは微生物にとって過酷な環境であり、微生物はどうにか生命維持を行いながら、副生成物として有機酸などを大量に生成します。その結果、悪臭が発生します。また、有機酸の生成に伴って pH が低下し、これにより微生物の増殖が抑制されるため、コンポスト化が遅くなります。私の専門は、酵素反応や
化学反応を伴うネットワークシステムに対して数式モデルを構築して解析を行う理論的研究から、化学試薬、微生物、酵素を使って有用な反応プロセスを開発する実験的研究まで広い分野にまたがっています。そこでこれらの知識を活用し、理にかなった生ゴミ処理法を組み立ててみることにしました。生ゴミ処理法のコンセプトは、1、小さな空間、狭い場所で処理できること。2、少ない労力でしかし確実に処理できること。3、長続きする方法であること。4、清潔であること。臭くならない、蛆が湧かない、見た目が悪くないこと。5、コンポストかごの土を堆肥として使えることとしました。コンポスト化の速度に影響を与える主な因子には次のようなものがあります。1番目は炭素 C と窒素 N の比率、すなわち CN 比です。最適な比は20程度と言われています。例えば、藁や落ち葉など植物だけのものは70以上の値となっています。逆にアンモニアが含まれる下水などでは5程度の小さな値です。藁などに牛糞または鶏糞を混ぜることがありますが、これは CN 比を小さくしてコンポスト化を早くしていることになります。また、糞尿等を処理する場合、落ち葉などを混ぜて CN 比を大きくしてやれば良いことがわかります。2番目は温度です。生物反応には酵素が関係しています。その反応性は30から40度 C で高く、この温度条件では微生物の働きが活発になります。したがってコンポスト化は夏場に早く、冬場に遅くなります。3番目は酸素です。前述のように酸素は微生物を活発にするので、コンポスト化には不可欠です。酸素が少ないと微生物の増殖が遅くなり、また有機酸が大量に合成されるためコンポスト化が遅くなります。4番目は水分の含有量です。生ゴミの水切りを十分に行わないと、生ゴミに付着した微生物へ酸素の供給が行われにくくなり、有機酸などが合成されて悪臭が発生します。水分は生ゴミを土に埋めることで取り除かれます。5番目は pH です。嫌気的条件、すなわち酸素濃度が非常に低い条件では、微生物は有機酸を放出します。これにより pH が下がり、微生物の増殖力、活動力が低下します。気づかれたと思いますが、3、4、5の項目は密接に関係しています。以上が生ゴミ処理法の構築にあたり必要な基本的知識です。この後すぐに私が構築した生ゴミ処理法について話す予定でしたが、これまで含めると話が長くなることが分かりました。よって処理法は次の動画で紹介します。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。